カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。実は先々週の週末に韓国に行ってまいりました。またソウルに生活用品を買いに行ったわけなんですけれども、今回はスウォンというですね、ソウルの少し南に位置する町にも行ってみたんですね。またそちらに関してはトーク会で紹介したいと思います。今回の旅ではユンさん先生のレコードを手に入れたいと思っていましてですね、ソウルにはジョンノサムガという町があるんですけれども、ここが少しレトロな雰囲気がある場所なんですよね。ドラマでよく見るようなテントの屋台があったり、焼肉屋さんがいっぱいあるような飲み屋街なんですけれども、いくつかレコードショップがあって、レコードとか昔の CD、 あとカセットなんかもね販売されているんですよね。ただカセットは私がもう今聴ける機器を持ってないんですよ。で、子供の頃には実家にカセットプレイヤーってあったんですけれども、私が小学生の頃に MD が出て、私は中学高校はめちゃめちゃ MD 世代でした。レンタル CD ショップで好きな CD を借りてきては MD にダビングして、で MD ウォークマンを持ち歩いてね聴いていましたね。で、自分の好きな曲を集めた MD を作って、それを友達と交換したりとかしてですね、それが青春の思い出です。それで今家にカセットプレイヤーはないんですけれども、逆にレコードプレイヤーを持っているんですよ。で、最近は Bluetooth でスピーカーに音を飛ばせるレコードプレイヤーというのがあってですね、いろいろ配線をしなくていいので、これなら使いやすいなと思って数年前に購入したんですよ。で、レコードの音を Bluetooth で飛ばすっていうね、なんかアナログなのかデジタルなのかよくわからないことになっていますけれども、手軽に再生できることと、あとレコード特有のね雑味のある音もとても素敵で気に入っているんですね。そして今回はジョンノサムガにあるソウルレコードというお店に行ってみたんですが、まずお店の外に流れている音楽がカンスジさんのシガンソゲヒャンギ、時間の中の香りという曲だったんですよ。まさに今月紹介している時代の曲で、もうその時点でね感激でしたね。そしてお店の奥の方のレコードコーナーにユンさん先生の第3週アルバムクリーシェのレコードがねディスプレイしてあったんですね。で、こちらは今月の最初にカバーしたサランギラン愛というのはという曲が収録されているユンさん先生の代表的なアルバムなんですね。で、売り物なんですけど、目玉の商品みたいな感じで飾りながら売られていたんですよ。で、こちらが非常に綺麗で状態も良さそうだったので、もうこれ絶対買おうと思ってすぐに手に取ってですね、抱えながら、店内をこう歩いて見てたわけですよ。そしたらお店の方がなんかレコードを整理し始めてですね、でそれとなくユンさん先生の第1週アルバムを棚の一番前に見えるように並び替えて去っていったんですよ。これは私がクリーシェを抱えていたからなんですかね。なんか直接声をかけるわけではなく、ユンさん好きならこれもあるよみたいな感じにさりげなくお店の方が整頓して去っていったわけなんですね。で、ユンさん先生の第1週アルバムってジャケットがユンさん先生のお顔のドアップなんですよ。これ見えるラジオの方は今実物を映すんですけれどもね、こちらです。このレコードサイズのユンさん先生の顔面が、ずっと棚から私を見つめてくるわけですよ。ちょっと上目遣いなんですよね。で、俺を買わないのかみたいに言われてる気分になりまして、それはもう買いますよね。というわけで、第1週と第3週のレコードをね買ってホクホクで帰ってきたんですよ。ただね、結構高かったですね。2枚で10万ウォンを超えたので、1枚5000円はしたと思います。でも家に帰って再生してみたら、このレコードがとってもいい状態だったんですね。中古のレコードってやっと手に入れたと思ったら状態が実は悪くて音飛びが目立つということも結構あるんですけれども、このソウルレコードさんは状態に見合った値段をつけていらっしゃると思いますね。いいものが高いっていうのは当然なんで仕方ないですよ。で、こちらね非常に信頼できるお店だと思います。
でレコードを購入したらレコードの手入れをするための布もつけてくださったりとですね、親切なお店でした。ぜひ韓国のカセットやレコードに興味がある方はこのジョンのサムガにあるソウルレコードさんに行ってみてください。おすすめのお店でございます。さて今月のテーマ、ユンさん先生の楽曲の最終集は영원속의永遠の中にという曲をカバーして紹介します。この曲は2009年に発表されたユンさん先生の第60アルバム그땐 몰랐던 일들、あの時はわからなかったことというアルバムに収録されている楽曲です。今月最初のトーク会でもお話ししたんですけれども、この曲をソン・シギョンさんが見えるラジオで歌って紹介していたのが私とユンさん先生の音楽との出会いでした。メロディーがとても美しくて聴き惚れた一曲です。ユンさん先生は音楽に対して完璧主義で職人のような音楽家だと毎週お話ししているんですが、それが音源が完成するまでの全ての段階で等しく最上級のこだわりを持っていらっしゃるんですね。で作曲については今月初めのトーク会で触れたんですけれども、今回は少しミキシングやマスタリングの話をしたいと思っております。でこの作業はですね、各楽器や歌のレコーディングが終わった後にする作業のことなんですけれども、ミキシングというのは各楽器や歌声の音量や音質を整える作業のことで、マスタリングというのは曲の全体のバランスをとって最終的に音源を仕上げる作業のことを言います。で私も毎週自分の歌ってみたの音源をですね、ミキシングマスタリングしているんですが、これがねすごく難しいんですよ。まず、明らかな正解っていうものがないんですよね。どうミキシングをしても自由なんですけれども、その分逆にどう聴かせたいのかっていう完成形に対する音楽的なイメージがないとなかなかゴールが設定できないという難しさがあります。でミキシングやマスタリングっていうのはそれだけで専門学校があるくらいなので非常にね深い世界なんですね。私は専門的に学んだわけではないんですけれども、このラジオで流している音源に関してはピアノとボーカルを中心に小規模のライブハウスで歌っているような雰囲気をイメージしてね、ミキシングを毎回しております。私は卓録の本を何冊か読んでミキシングを勉強したんですけれども、ある本にライブのステージを想像して音量や音の方向を決めたらいいんですよと書いてあったんですね。例えばバンドのライブを想像してみてほしいんですけれども、ステージの真ん中にボーカルがいて、右にギター左にベースみたいな感じで左右にギターとベースがそれぞれいて、そしてボーカルの真後ろの位置にドラムの方がいますよね。でそういう感じで、ギターやベースの音は左右にちょっと振った位置から音を出して、ボーカルは真ん中からよく聞こえるように出したら、全体のバランスが取れますよっていうことが書いてあったんですね。でそれを踏まえて世の中のプロのアーティストの音源を聞いてみると確かにそうなってるんですよ。で特にヘッドホンやイヤホンで聞いてみると分かりやすいんですけれども、全方向にバランスよく楽器の音が鳴りつつ、ボーカルが抜けてよく聞こえるようにミキシングされていることが多いんですね。なのでミキシングとはそういうものだっていう固定観念がもう私の中に出来上がっていたんですが、ユンさん先生のミキシングはその固定観念をぶち壊すような挑戦的なミキシングになっているんですね。私が衝撃を受けた曲は第1週アルバムに収録されている행복을 기다리며幸せを待ちながらという曲なんですけれども、ぜひこの曲をヘッドホンかイヤホンで聴いてみていただきたいんですよね。で前奏からチッ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 って時計の音みたいな音がね、もう一拍ごとに後ろを移動するんですよ。そしてドラムの音はね普通真ん中から出すのが定石なんですけれども、この曲ではね真横からスネアとかシンバルの音が鳴ってくるんですね。まるでドラムセットをバラバラに解体して置いてるような音の鳴り方なんで、もちろん実際のステージではこういった鳴り方はしないと思うんですけれども、そもそもステージを再現したミキシングをしようと思ってないっていうことだと思うんですよ。なんか音の空間を360度のキャンパスと捉えて自由に絵を描いているような、
音のプロジェクションマッピングみたいなミキシングになっているんですね。そして今日カバーする曲4音ソゲ永遠の中にという曲もまたミキシングで衝撃を受けた一曲でして、でこの曲はピアノとボーカルのシンプルな構成の曲なんですけれども、ボーカルに比べてピアノの音量がすっごく大きいんですよ。で特にサビの部分では後方からピアノの強い音がガンガン鳴るんですね。普通はボーカルで感情を表現して、伴奏楽器はそれをサポートするものっていうような固定観念があると思うんですけれども、この曲ではユンさん先生は終始静かに歌っているんですよ。で逆にピアノが感情表現をしているような構成になっています。で歌詞の内容は悲しい内容なので、途中からねまるでピアノの音が頭痛みたいに聞こえてくるんですよ。だから個人的にはもう泣きすぎて頭が痛い時の頭痛の感覚とリンクします。ぜひこちらもね原曲を聴いてみてください。では続いて4音ソゲ永遠の中にの歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲もユンさん先生の専属作詞家とも言える存在のパク・チャンハク先生が作詞しています。またねこの歌詞が素晴らしいんですよ。歌の歌詞で永遠と聞いたら永遠に愛するよとか永遠に幸せにするよとかですね、幸せな表現で用いられることが多いと思うんですけれども、この曲で歌われているのは君がいない永遠なんですよ。愛する人との別れを経験して終わりが見えない永遠の中に佇んでいるという内容です。そしてこの曲も歌詞は繰り返しの内容になっていますので、今回は1番の歌詞を紹介しますね。영원한건없다고永遠なものなどないと입버릇처럼 넌 말했었지。口癖のように君は言っていたね。멀어지는 기억을 잡아두려遠ざかる記憶を捕まえておこうと애쓰지 말라고努力するなと。내가 사는 이곳엔僕が生きるここには너의 흔적이 너무 많아서君の痕跡があまりに多くて미안해ごめんね아직도 난 널 보내지 못했어まだ僕は君を手放せていないんだ。아직도 난まだ僕は끝이 보이지 않는その終わりが見えない영원 속에 있어永遠の中にいるというのがね最初の部分です。できっと恋人が言っていた永遠なものなどないというのは永遠に続く幸せなんかないんだよっていうようなニュアンスだったんでしょうね。でも恋人を失ってしまって今自分は永遠に続く辛さを経験しているということだと思います。ネガティブな方には永遠があったっていうことに気づいてしまったっていうことですかね。このあたりも本当に素晴らしい表現だと思います。そしてサビの部分の歌詞に行きますね。그때도 이만큼 난 너를 생각했을까？あの頃もこれくらい僕は君のことを考えただろうか。손 내밀면 닿는 곳에手を伸ばせば触れるところに함께 있었는데一緒にいたのに이제서 뭘 후회하는지今更何を後悔しているのか。아니 너의 탓은 아니야いや君のせいではないよ。그건 너의 탓이 아니야それは君のせいじゃないよという歌詞です。では曲を聴いてみてください。ユンさん先生の4音ソゲをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っております。今回は AI マスタリングは使わずに私がミキシングもマスタリングもしたんですけれども、これがね凡人の感性でのミキシングですよ。ですでにユンさん先生の素晴らしい原曲がありますからね、完全に真似してカバーしても仕方がないので、私はボーカルでしっかり感情表現をしてピアノはそこまで激しくせずにですねカバーしてみました。メロディーも歌詞も非常に美しいので感情移入はしやすい曲でしたね。ぜひ原曲と聴き比べてみてください。
今月は終始マニアックな話が多かったと思いますが、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。来月は2曲のリクエストをいただいておりますので、前半はリクエスト曲、後半はクリスマスソングなど交えながらお届けする予定です。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと長めですかね。